皆さん、こんにちは。マムサチコです。今回は京都へ2泊3日の一人旅の様子をお届けしますね。嵐山や東映渦政映画村、世界遺産の仁和寺、そして2日目には下鴨神社など京都の魅力をたっぷりご紹介します。旅の情報や役立つポイントも盛りだくさんなので、ぜひ最後まで楽しんでください。さあ出発。まずは朝9時に JR 佐賀嵐山駅に到着。そこから少し歩いて嵐山駅に向かいました。朝が早いので人も少ないです。朝早くから空いてるカフェもありますね。駅の方に向かうとかわいい着物屋さんがもうオープンしてました。嵐山駅は改札がなくって自由に駅構内に入れる珍しい駅です。そして駅の目玉は着物フォレスト。京友禅の生地をアクリルで包んだ高さ2メートルのポールがまるで京友禅の林の中を歩いているかのような美しい光景が広がっています。嵐山駅には有料の足湯もあります。私は着いてすぐなので見ただけですけど、夏はお湯より冷たい水の方がいいかもね。もうむっちゃ暑いから。構内にはタリーズコーヒーもあって、9時半にランデンのインフォメーションが開くまでの間、時間が潰せそうです。私はあらかじめランデン1日フリー切符と嵐山グルメグリクーポンを購入していました。でもこのクーポンは嵐山駅でしか受け取れない上に、クーポンが使えるお店が限られていて、営業時間が朝10時から夕方5時までのところもあるので、他の観光地に行ってから使おうとすると少し不便でした。なので4時半ぐらいにこの日は他の場所から嵐山駅まで戻ってこないといけなかったんです。テイクアウトのみだったから、まずわらび餅を渡月橋の向こう側でもらってから嵐山駅まで戻ってきて、冷たい甘酒をもらってお店横のベンチで食べました。クーポンは3店舗で使えるので、最後の1枚はお漬物屋さんでしば漬けをもらいました。他のエリアも観光するなら、ランデン1日フリー切符700円や市営地下鉄とのセット券1300円の方が便利でお得かもしれないね。ランデン乗り放題切符受け取って次の目的地東映渦政映画村へ GO！ ランデンはワンマンカーでフリー切符を持っていれば降りるときに運転手さんに見せるだけで OK です。映画村は撮影所前で降りてすぐでした。現役の京都撮影所の横にあります。さあ映画村に行ってきます。
て今日は平日で夏休みも終わってるからかガラガラみたいです。映画村に入ると江戸時代の街並みが広がっていて、まるでタイムスリップしたかのようでした。10時に入ったけどほとんど貸し切り状態やってすっごいラッキーでした。街の中を歩いたり長屋に入ってみたりお店に毎度って入ってみたり江戸の街中歩いたり、誰もいなかったからだんだん慣れてきて三脚立てて自撮りしまくりでした。江戸時代の世界を満喫できました。その後は武士も一緒に回ってくれたし、忍者とも戦いましたよ。映画村にはお化け屋敷やエヴァンゲリオン京都基地などの体験型アトラクションもあります。お化け屋敷は役者さんがお化け役をしているそうですけど、私は怖がりなのでやめときました。エヴァンゲリオンの基地ではシンクロ率を計算してくれるアトラクションもありましたけど、結果は残念ながらパイロットにはなれないそうです。エヴァンゲリオンは無料なので、もしよかったら体験してみてね。お土産屋さんや食べるところとかもいろいろありました。忍者の体験できるとこもありました。映画村を満喫した後は徒歩8分のところにある昔のお風呂屋さんをリノベーションしたカフェに行きました。店内には昔のタイルとか湯船が残っていて、レトロな雰囲気がとっても可愛かったです。このカフェでふわとろ卵のオムハヤシを食べました。大きな丼にたっぷりのオムハヤシが入っていて、サラダとヨーグルトまでついて税込み1100円。すっごくお得感がありました。ランチの後はまた蘭電で世界遺産の仁和寺のある御室仁和寺駅に行きました。駅に降りると1925年に作られた駅舎で風情がありました。駅からは仁和寺の堂々とした山門が見えます。参道にはお店もいろいろありました。仁和寺は1000年前の平安時代から皇室出身者が代々住職を務めたということです。建物は応仁の乱でほとんど焼失してるけど、江戸時代の三代将軍家光の時代に再建されて1642年に完成してから382年後の今でも同じ姿が見られます。五重塔は36メートルで江戸時代に作られました。そしてこのお寺は遅咲きで背が低い御室桜が有名です。春になるとすっごく綺麗だけど、夏の今の時期は草ぼうぼうになってましたけどね。無料エリアもたくさんあって、休憩所にはいろんな種類のお守りもあったし、名前わからんけど仏像もありました。国宝の
金堂は昔の宮殿にあった建物を移築したもので、金色がキラキラしていました。広い境内の中をいろいろ見て回ってからお庭を見に行きました。ここは有料で1000円でした。人も少なくてゆっくりできたけど、修理工事中でガンガン音がしてるのが残念でした。人も少なかったからお庭をゆっくり眺めることができたし、ちょこちょこ自撮りもできました。仁和寺参拝には世界遺産の他に猫のイラストの御朱印をもらうのも目的の一つでした。なぜ猫かというと、最初の住職になった歌法王が猫好きだったからということです。2日目はまずはゲストハウスから徒歩5分のカフェで朝昼兼用の食事を楽しみました。このカフェとってもおしゃれで、コーヒーは自家焙煎。深入りにしてもらったアイスコーヒーは香ばしい香りが口の中に広がって、ホットサンドはカレー風味のキャベツとソーセージが抜群の組み合わせでとっても美味しかったです。なので次の日もここで今度はクリームチーズとブルーベリーのホットサンドを食べました。これもすっごく美味しかったです。また行きたいわ。その後、暑い中を梅小路京都西駅まで行って電車に乗って四条河原町にある国産の告げ串専門店十三屋さんに行きました。最近髪の毛のバサバサが気になっていたので、静電気を抑えて髪がサラサラになる告げ串を買いました。お手入れは月に1回椿油を塗るだけで一生使えるそうです。これから大事に使っていこうと思います。それでは買い物も済んだので、春は桜がきれいな高瀬川沿いを歩いて三条京阪駅に向かいました。高瀬川沿いは日陰もあって歩きやすいし、雰囲気がとってもいいですよ。三条大橋を渡ると向こう側に駅があります。暑いわー、本当に。三条京阪駅から下鴨神社のある出町柳駅に着いたらおまんじゅうを買いに行きます。川べりは日陰は涼しいし、川で遊んでるのも気持ちよさそうやな。ネットで美味しいって口コミがあった老舗和菓子店出町双葉です。列ができてたけどそんなに待つことなくて、豆餅とわらび餅を買いました。豆餅は少し塩味とあんこが美味しいし、わらび餅の中には甘さ控えめで美味しいあんこがいっぱい入ってました。下鴨神社の正式名称は鴨見親神社やって、なんかしたかみそうです。みたらし団子の発祥の地らしくて、公園にはみたらし団子のオブジェもありましたよ。下鴨神社はすごい美人の神様がいる
美容祈願の河合神社や縁結びの神様がいる葵の社や広大な森林に神が宿るとも言われている忠須の森などの強力なパワースポットがたくさんあります。入り口からすぐにある河合神社には20年前にはなかったお化粧室ができていたのには驚きました。エアコン完備の清潔な空間で鏡の形をした絵馬に絵を描くことができるんですよ。外で描くのとは違ってとっても快適でした。私も早速自分がなりたい顔を絵馬に描いて奉納してきました。ところが描き終えた後にボールペンでシミのような汚れをつけてしまってて、自分でシミ書き込んでてちょっとがっかり。でも楽しんで描けたのでいい思い出になりました。そして古代から残る自然林、忠須の森を歩いて神聖なパワーを全身に浴びました。そして大きな赤い鳥居をくぐると京都で最も古い神社の一つ下鴨神社に到着です。紀元前90年にはすでにこの地で信仰されてたそうです。歴史を感じますね。神社内には赤い丸い橋があって、これは神様だけが渡れるもので、人間は渡ることができないので、結界のロープが張ってありました。そこからみたらし池という小さな池に行くと、水に濡らすと文字が浮き出るおみくじがあって、みんな池に浮かべて占ってましたよ。本殿では家内安全と家族みんなの健康をお願いしました。暑い日が続いてましたけど、この森と神社の境内は静かで暑さも和らいでるように感じました。今回はゲストハウスに泊まりました。畳の上に布団が敷かれているだけのシンプルな部屋やったけど快適でした。シャワールームもたくさんあるし、トイレと洗面台も別であるので取り合いにもならないし良かったです。今回は荷物を最小限にしようと思って小さいバックパック1個にまとめてきました。ゲストハウスなのでタオルは持参しないといけなかったんですけど、最近家でも愛用している日本手ぬぐいが最強アイテムでした。畳めばタオルハンカチぐらいになるのに、広げると吸水力抜群で絞って干せばすぐに乾くしかさばらないしで、これからの旅のお供にバッチリです。今回は京都一人旅の様子をお届けしましたが、いかがでしたか？観光スポットや役立つ情報もたっぷり盛り込んでます。これから京都に行かれる方の参考になれば嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。これからも旅の情報や日々の生活についてと日本文化についてのビデオを公開していくので、登録といいね、コメントもらえたら嬉しいです。バイバイ。